実はむくみや疲れ、そして寝てる時に足がつってしまう怖い病気につながる症状の一つです。皆さんこんにちは、中川ゆうきです。今日は下半身太りやふくらはぎのむくみ、そして血管のボコボコを解消していく方法をご紹介していきます。この症状を改善するには下半身の筋肉や血管に関する仕組みを理解する必要がありますから、今日も一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、人の体には大きく分けて動脈と静脈という2つの血管があります。この動脈というのは心臓の拍動により血液を末端部分まで送る働きがあります。それに対して静脈というのは末端の血液を心臓に戻す役割があるんですが、この静脈は心臓のサポートがありませんから、筋肉の収縮、つまりミルキングアクションというものによって心臓に血液を戻すしかありません。しかしこれが現代人、ふくらはぎや足首が硬くなっている方多いですよね。そうなってくると末端の血液を心臓に戻すことができないので、どんどん下半身が太くなったりむくんだり疲れてしまうわけですね。特に最近ではテレワークの定着により家から外出をせずにずっと座りっぱなしになっている方多いですよね。これが少し前テレビなどでも非常に報道されていましたが、エコノミークラス症候群、ふくらはぎや足首の動きを出さないことによって血流がずっと溜まったまま静脈から血液が帰らないことによって血栓ができて、それが心臓や頭で詰まってしまうと死に至ってしまうというような怖い病気につながる症状の一つです。そしてそこまでひどい症状にならなかったとしても、静脈の機能が低下してくると静脈弁という血流を逆流させるのを止めてくれる弁があるんですが、この機能が低下してしまってずっと血液が下に溜まったままひどくなってくると、このような形で血管がボコボコボコっと浮き出たような形になってしまいます。今現在こういった症状がなかったとしても、実はむくみや疲れ、そして寝てる時に足がつってしまう、もしくは靴下を脱いだ時にその跡が長い時間残ってしまうという方は、そういった症状につながる可能性がありますから、しっかりと今日お伝えするマッサージとストレッチで予防改善をしていきましょう。今日は簡単な3ステップにまとめています。まずステップ1でむくみの原因になっている足首の柔軟性のチェック、ステップ2で硬くなったふくらはぎ周りのマッサージ、そして最後ステップ3で筋肉を柔らかくしていくストレッチ、この3つをしっかりと行うことによって細く美しい足を手に入れることができますから、ぜひ一緒に頑張りましょう。それではチェックから行います。足首を曲げて左右で曲げにくい方があればそちらからやっていきましょう。硬くなっているサインです。あとは指先が反ってしまう方、これも足首が硬くなっているサインですから覚えておいてくださいね。まずは足裏を押していきます。ポイントは足先から心臓に向かってマッサージをしていくことです。末端に溜まった血液を心臓の方に戻していきます。そして足裏、すごく靴の中で固まっていますね。たくさん骨がある体の中で一番骨の数が多い部分ですから、このパーツはできるだけほぐしておきましょう。日常生活の隙間時間とかお仕事の合間に座ったままでもいいですから、ぜひ靴を脱いで足裏はマッサージこまめにしてください。どうでしょうか。痛い方とかは無理せずに痛気持ちいいぐらいです。指手を吸うのがしんどかったらゴルフボールとかを踏んでもらってもいいですよ。はい、今度はこのすねの骨の内側、際にありますふくらはぎの内側の筋肉、ここをぎゅーっと押していきます。下から上に向かって、これもねめちゃくちゃ痛い人多いです。でここ硬くなってくると足が外側に湾曲してすねの湾曲にもなりやすいし、捻挫癖ですね、そういった、状態にもなりやすいです。足をぐねる癖があったりすねが歪んでいる方は、このふくらはぎの内側の筋肉しっかりとほぐしてあげてください。親指で押すのがしんどかったら手のひらでぎゅーっと握るように押し込んでもらってもいいです。自分が押しやすいようにね、調整しながら押してください。ぎゅっぎゅっと体重を軽くかけながら押していきます。末端から心臓の方に向かって、はい、そして今度膝裏ですね。この辺り見やすいように向きを変えるとこんな感じです。この膝裏を軽く押していきましょう。はい、でこの部分ですね、しっかりと血流リンパを流していきます。特に膝裏はね、滞りやすいですよね。あと膝周りにお肉がつきやすい方、溜まりやすい方もしっかりと血流流してあげましょう。どうでしょうか。で内側外側左右差があったり硬いところが違いがあったりもしますから、自分で筋肉の状態に気づきを持っていきましょう。さあ、あと10秒ほど心地いい範囲で足先から心臓に向かって軽くほぐしていきます。
はい、そしたら今度は足の内側です。内もも、これも膝から足の付け根に向かって大きな血管が足の付け根に流れていますから、しっかりと足の付け根はほぐしていきましょう。どうですか？押してて痛いなっていうところがあったら、そこは特に重点的にほぐしてもらってもいいです。人によって固まっているところが違いますから、自分の筋肉と会話をしながら常に気づきを持てるようにしてください。膝先から足の付け根に向かって、どうでしょうか？足の付け根も上の方や下の方、場所によって硬さが違いますね。足のむくみや疲れが夕方になって出てくる方は、しっかりと寝る前とかでもいいです。ぜひやってあげてください。はい、いいです。今度は反対側、逆足ですね。まずは足裏、しっかりと押していきます。指がしんどかったら手のひらで押してもいいですからね、選んでください。特に女性の場合は腕力がね、少ないですから指が疲れやすいと思います。そういった時はゴルフボールをゴロゴロ踏んだり、手のひらで押したりでもいいです。一気にたくさんしなくても構いませんから、3分から5分ほどかけて足全体をこまめにほぐしていきましょう。どうですか？足裏も内側だけじゃなくて外側でもいいですよ。自分の固まっているところ見つかれば、そこをほぐしていきます。はい、いいです。今度はすねの骨触れますか？その内側の際のあたり、ここに筋肉があります。硬くなりやすい部分です。ふくらはぎの筋肉の内側、そして後脛骨筋といって、この内側に細く長い筋肉がありますから、それもほぐしていきます。特に膝下の横脚であったり、足の変形、歪みがある方は、この内側めちゃくちゃ痛いって方多いですね。僕もね、ここかなり足歪んでるんで硬くて痛いんですが、辛い方ほどちょっとずつほぐしていった方がいいです。痛気持ちいいかなぐらいにしといてください。で、ここ痛いなってとこがあったら、そこはちょっと長めに繰り返し押していきましょう。僕はね、真ん中ら辺のちょい上が結構痛いんですけど、皆さんは違いありますか？はい、そして今度膝裏ですね。座ったままでもいいです。分かりやすく足を上げるとこんな感じ。膝裏、この辺りを指先で軽く揉んでいくように、足先から心臓の方に向かってほぐしていきます。指で掴むのがしんどかったら、さするだけでもいいです。こうやって血流やリンパをしっかりと流していきましょう。むくみや疲れが出やすい方は、座ったまま軽くさするだけでもいいですから、こまめにメンテナンスをしてあげましょう。どうですか？心地よく筋肉ほぐれていってますね。足がポカポカと暖かくなってくると思います。血流が良くなってきている証拠ですね。寝ている時に足がつりやすい方は、特にマッサージをしてあげてください。はい、 OK。 で、今度はそのまま足の内側ですね。ももの内側を膝のあたりから自分の付け根の方に向かって押していきます。これも軽く体重かけるような感じでギュッギュッと押して、膝の先から心臓に。どうですか？これも固まってるところないですが、さっきやった足と比べてなんかどっちの方が痛いなとか硬いなってあれば、固まってる方をたくさんやってください。動画を一時停止したり少し巻き戻してもいいですよ。そうやって体の左右差にまず気づきを持つこと、そしてその歪みを整えていくことが一番大切です。このマッサージが終わったら、今ほぐしたところそのまま放置せずに、ちゃんとストレッチまでしていきますね。はい、 OK。 で、今度は右足、人差し指とお皿をまっすぐ前に向けて、このまま倒していきます。向きを変えますね。こういう形。はい、これで今ほぐしたふくらはぎ、しっかり伸びてくると思います。これでしっかりと平目筋、ふくらはぎの下半分を伸ばしていってます。マッサージはもちろんそれだけでも効果はあるんですが、硬くなった筋肉を伸ばすストレッチとセットで行うことで、さらに美脚効果が高まっていきます。どうしても放っておくと硬く筋肉が固まってしまいますから、マッサージとストレッチはできればセットでやってもらえると理想的ですね。ふくらはぎの筋肉が喜んでいますね。心地よく伸びていってるはずです。
はいです。さあ、今度はそこからお尻を持ち上げます。膝を伸ばすと今度ふくらはぎの上半分、伸びるところ変わったの分かります？これ、腓腹筋と言いますね。膝を伸ばすと、二関節筋といって膝の裏も超えてつながっているふくらはぎの上。ここまで伸びていきます。腓腹筋のストレッチ。辛い方は膝曲げてても大丈夫ですし、最初のひらめ筋のストレッチでキープでもいいですからね。ぎゅーっと伸ばしてキープでもいいし、少し動かしてもいい。自分が心地よく伸びるのを探していきましょう。よいしょ。もも裏、ハムストリングスまで伸びていきます。座ってる時間が長い方は特にしっかり伸ばしてあげましょう。はい、いいです。今度は反対の足。人差し指を正面に向けて押したら骨盤まっすぐです。このままゆっくり前に体重をかけて、はい、ふくらはぎ下半分伸びてきてますね。特に足首のあたりを細くキュッと引き締めたい方は、このひらめ筋のストレッチがとても大切。ずっとヒール履いたりかかとの高い靴履いてる人はふくらはぎの下が硬くなってふくらはぎの位置がどんどん下がってしまいます。そして血流の悪化につながってきますから、どんどんむくみや疲れ、そして太くなってしまうというね症状になりますから、これでどんどん改善していきましょう。はい、そのまま深く息を吸って、ゆっくり長くはーっと吐いて、はい、伸びたらこのままお尻を持ち上げます。見えますね。ハムストリングスのストレッチ。できればこの膝を伸ばした時にふくらはぎの上半分、腓腹筋をメインに伸ばしていきます。できるだけお腹とももをつけたまま、これがポイント。深く息を吸って、ゆっくり吐いて、吸って、吐いて、ピーンと伸びが強まってきているはずです。そのまま呼吸していきましょう。長く吸って、目いっぱいはーっと吐き切る。できるだけ深く長い呼吸をしていきます。伸びが強いなと感じるところでキープです。もう一息。はい、OK。では最後は足首の曲げ伸ばし。はい、指先を伸ばしたまま、反っちゃダメですよ。伸ばしたままで足首を曲げていきましょう。曲げ伸ばし。はい、できますか？指先をしっかり伸ばしたまま足首だけ曲げる。これができるとふくらはぎがどんどん柔らかくなっていきます。最終的にマッサージやストレッチですね、頻度を減らしてもむくまない、つらない、そんな足を作れると理想的ですね。そのためにはちゃんと動かし方、体の使い方を根本から正していく必要があります。正しい癖を身につけて美しい足を作りましょう。昨日の自分よりも1ミリ成長していきます。最後もう一息。はい、です。はい、どうでしょうか。これで最初よりも足首が曲がりやすくなっていればバッチリです。どんどん足のラインが細く変わっていきます。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて直接回答をしていますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。